ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアによるウクライナ侵略、いよいよ攻勢限界点を迎えようとしていることを皆さんに解説していこうと思います。ロシア軍による本格的な侵攻が始まってから1ヶ月が経とうとしています。1ヶ月の間にロシア軍はウクライナ領内に入ってきてはいますが、その占領地域の拡大の具合は明らかに今は鈍っている状況で、戦線は膠着しているという表現がよく使われるようになってきました。このことから私は、現在のロシア軍は攻勢限界点に達しようとしており、戦局の変化がこれから起こるのではないかと考えています。今回の動画ではそうした軍事面において現状とそして今後どのような展開が考えられるかを見ていきましょう。それではまずは現状の確認と攻勢限界点についての定義を見てみましょう。現状の確認です。北部地域においては首都キエフとそして重工業都市ハリコフが持ちこたえている状況で、どちらかというとこの北と東の戦線においてはロシア軍の進撃は思うように進んでいないのが現状です。一方において占領地域が拡大しているのが南部戦線で、クリミア半島から進撃したロシア軍は東方のドネツク州の人民共和国へと占領地域を広げ、陸路によるクリミア半島への補給路を確立しようと図っています。また、西に進撃したロシア軍は現在はミコライウで激しい戦闘になっており、この重要拠点を抑えることによってウクライナの重要な貿易港オデッサを抑えようと試みているところです。まず全体の評価から述べますが、現在ウクライナ軍は負けています。報道においては善戦しているという表現が使われるわけですが、これはあくまでも負けている中において持ちこたえている、崩壊していない、そしてロシア軍に打撃を与えているというようなことから、負けているという表現ではなく善戦しているという表現が使われているのです。決して勝っているわけではありません。戦場は常にウクライナでありロシアではありません。人々の家が焼かれ、マンションが砲撃を受けて崩れ、学校、病院、商店などが瓦礫の山にされています。亡くなった住民の方の埋葬は近所の人が住宅のそばに埋めることもあれば、地元の民兵が深く掘った穴に袋で覆った遺体を積み重ねる形で埋葬するなど、過酷な光景が日常化しています。これは全てウクライナの中で起こっていることです。一方の戦闘ではロシア軍の戦車装甲車が吹っ飛んだりする映像がたくさん出ています。戦う前にガス欠や泥にはまって廃棄された戦車や、すっかり焼け焦げて原型をとどめていないものもたくさんあります。それらは戦場の一部分の事実です。だからといってそこだけを取り上げて、ロシア軍は崩壊している、壊滅している、敗走しているんだと解説するのは、あまりにも現状の説明としては間違っていると言えるでしょう。部分はあくまでも部分の出来事であり、全体の話とはまた別のことなのです。現在の戦局そのもので言えば、未だにロシア軍は優勢に戦いを進めています。ただし、現状が優勢であるからといって、最後までそうなのか、今後の未来についても同じような展開が待っているかといえば、そういったわけではありません。状況の変化によって、この戦況全体について言っても、今後の流れは変わる可能性があるからです。ですから今回は重要なキーワードである、攻勢限界点について解説を行っていきます。私が攻勢の限界点と呼んでいるものについては、ウィキなどでは攻撃の限界点として紹介されています。攻撃によって得られる優勢の頂点を言う、クラウズビッツの戦争論において提唱された。ウィキにおいては、攻撃、ここでは敵領土への侵攻など、厳密には攻勢にあたるによって得られる物的、心的な戦果は一般的に低増していくが、戦闘力は次第に消耗していく。この戦闘力の減衰には、戦闘による損耗、後方連絡線の維持と防衛の負担、兵站基地との距離の増大などが挙げられる。すなわち攻撃側の優勢はある頂点を過ぎてからは低減していき、いずれ攻防の優劣が後退することとなる。これが攻撃の限界点と呼ばれるものである。すなわち指揮官は攻撃側の優勢があるうちに講和などの手段で目的を達成する必要があり、また攻防の優劣が後退した場合は速やかに防御へと方式を転換しなければならない。この原則は戦術レベルだけでなく戦略レベルでの勝利の限界点にも通じるものである。これまでにロシア軍が使った精密誘導ミサイルについては1000発を超えていると言われています。同時にロシア国内の報道においては、こうしたミサイルの製造工場が今まさに24時間無休体制でフル生産に入っていることも
報じられています。このことが一体何を意味しているかといえば、それは在庫のミサイルについてはあらかた使ったんではないかという点です。というのも、基本的に武器、弾薬、ミサイルなどについては無限に貯蔵しているわけではありません。ある程度の期間において、このぐらいの戦闘期間を考えれば在庫はこのぐらいだなというふうにして、ある程度の量に備蓄は限られるものです。無限に作り続けて無限に蓄え続けるなどということは基本的にはしません。ロシアではこうした精密誘導式のミサイルについて量産技術が発展しているわけではありません。ですからこれからの展開においてはこうした精密誘導ミサイルについてはそれほど使用頻度は高くなることはないでしょう。一方において量産が可能な銃弾、砲弾、そして爆弾などについてはこちらの方が圧倒的に量産が効きますから戦場で使用される頻度は上がってくるはずです。このことを表しているのが都市などに対する無差別攻撃です。どこを狙うかというのをしっかりと決めた上で攻撃するのであればどうしても精密誘導が必要なわけですが、そのようなことはもはや関係なく、ありとあらゆる場所を攻撃対象とするのであれば撃てばいいし、爆弾であれば落とせばいいというそのぐらいのレベルまで低下します。ですから市民の被害というものが増大し続けることとなります。しかしこれはロシア軍にしてみればもはやウクライナの抵抗が非常に激しいことから一般住民も含めてこれらの人々の心を折ることそのものに攻撃の視点が移っており、無差別攻撃はもはやロシア軍の基本戦略となっています。もちろんこれは国際法違反の一般住民に対する無差別攻撃であり、現代においては決して許されない行為です。さて、補給の観点から攻勢限界点に達しようとしていることについて説明をしましょう。ロシア軍がウクライナ領内に入ってきて、だんだんとその占領地域が広がることによって、様々な点で負担がロシア側に増えていくこととなります。例えば、補給をするにしてもその補給地点がどんどんとロシア本国から離れていく、補給線が長くなるという問題が発生します。これは単純なことですが、同時にその単純なことが全地域において発生するからこそロシア軍にとっては非常に厳しいこととなります。なぜならば占領地域においては戦闘が起こっていることが非常に多いために、その交通路においても決して楽に運べるわけではありません。また現在はロシア軍、ウクライナ軍どちらも完全な制空権は握っている状態ではありませんから、後方地域においてもしくは前線に近づくことによって補給部隊が狙われて物資が焼き払われるといったこともこれまでも多く見られる現象だと言えます。トラックが1台奪われるということは当然のように物資がなくなると同時にその次の補給頻度も下がるということを意味します。このような問題に対して現代においては陸送ではなく飛行機などを使う補給なども取り入れられるようになっています。例えば前線に近い飛行場などを抑えることができればそこに飛行機で乗り込んで大量の物資を補給して回るというような方式などもありますし、またある程度の間に合わせであればヘリを大量に動員して運ぶといった手もあります。しかし現在においてはそのようなことはなかなかロシア軍にはできていないようで、前線に対する輸送機を使った補給などはほとんど見られない状態です。ですから陸送に頼っている状態においては距離が長くなればなるほど前線に物が届くのが非常に困難になるわけです。さらに言えばロシア軍が進撃していくことによる占領地域が増えるということは当然のように守らなければならない面積というものが増えるわけですから、戦力についても基本的には分散していくこととなります。戦力が密集している状態に対する攻撃というのは当然のようにその反撃力が最大化されるわけですが、一方において占領地域が広がることによって戦力が分散すればその個々の戦闘力はどんどんと下がっていくこととなります。戦車が10台いる部隊よりも戦車が1台と歩兵が少数といった部隊の方がはるかに攻撃しやすくなるのは皆さんもすぐにわかるでしょう。しかも現在のウクライナ軍に対しては西側各国から様々な歩兵が持てる高い火力の兵器がもたらされています。対戦車ミサイルなど様々な種類が提供されており、戦車に対抗するために戦車を用意する必要がなく、戦車に対抗するために歩兵がある程度近づけば破壊することができる可能性というものが今のウクライナ軍にはあるのです。また通常の話として攻める側と守る方では基本的には守る方が現在では地形的な有利を手に入れることができます。待ち伏せ攻撃をしやすい状況というものが守る側には常に発生するわけです。ですからそのような守る側の利点を潰すために現在ロシア軍が取っているのが郊外からの
一方的な砲撃、ミサイル攻撃、ロケット攻撃などです。さらに占領地域が増えることは戦力の分散だけではありません。その地域に住んでいる住民に対する配慮なども当然行わなければなりません。というのも、これまではウクライナ国内であったことから、ウクライナ国内の流通によってそれらの人たちは食料などを手に入れていました。しかし、ロシア軍が占領した都市においては当然のように、ウクライナ側からの商品の流通などは一切止まることとなります。それによって住民は占領しているロシア軍に対して食料を供給するように求めるわけです。これに対してロシア軍は、我々は人道援助目的で占領地域の人々にこれだけの食料を配っているんですよといったことをすでに報道し始めています。しかしこれは同時にどこまでそれができるかなという問題が当然発生します。一番最初にも述べたように補給線が伸びるということはそれだけ輸送に時間がかかるということです。しかもこれまでは兵士だけに何とか食料を配給していればよかったのに、それに加えてその都市の住民の食べる量についてもどんどんと供給を増やしていかなければならないわけですから、ロシア側の負担というのは基本的には増えていく一方なのです。そのような負担を下げるための政策の一つが強制連行です。すでにロシア軍に制圧された都市の中においては、地域住民そのものを一気に後方に強制連行するというニュースが出てきています。これは一体何を意味しているかといえば、先ほど述べたようなその地域に食料を配布するのが非常に困難なことから、そもそも住民をロシア本国に連れ去ってしまえという政策です。これによって多くの人たちに食料を行き渡らせることは可能となりますが、同時にこれは政治的な意味合いも当然あります。なぜならば、ロシア軍は占領した地域においては、その都市の住民の投票に基づいて、我々はロシア領になることを歓迎しますといったような住民投票結果をもとにして、自分たちの侵略を正当化するという手続きを取ろうとするからです。その時において、反ロシア感情の強い住民をそもそもその土地にいないようにしてしまえば、ロシア側としては政治的な意図においても完全に自国に取り込むことができるわけです。この場合、反ロシア感情の強い住民については二度とその町には生きて帰れない可能性があります。これは別に誇張でも何でもなく、ソ連時代からの一つの伝統的な政策の一つです。このような様々な要因が重なることによって、よりロシア軍側の兵隊が破綻していこうとしていることを説明しました。そして、この兵隊が破綻しようとしていることに対して、どのような戦局の影響があるかについて述べていきましょう。話の途中で少しだけ盛り込みましたが、占領地域が広がるということは基本的には戦力が分散しますよという話をしました。これはロシア軍側の話ですが、一方のウクライナ軍側の話として言えば、だんだんと守るべき場所を追いやられて後方に下がっていくわけですが、それによって彼らは何をしているかといえば、基本的には守らなければならない場所に少しずつ集中することとなります。それによって防御力が高くなり、ロシア軍の進撃を阻み、そこがまさに戦線が膠着する状態へとなるわけです。ですから、占領地域が広がるロシア軍が戦力の分散化が進んでしまう一方において、ウクライナ軍は負けることによって少しずつ戦力が集中されてくるわけです。このウクライナ軍がだんだんと後方に追いやられていくということは、逆に補給の面で言えば、その補給線がだんだんと短くなり、頻繁な物資の提供が可能になるということを意味します。現在のウクライナ西部においては空爆はある程度されていますが、まだまだ多くの地域が戦闘地域ではありません。ポーランド国境側からの物資の補給といったものが潤沢に行われることが現在行われていますし、またこれからも継続しようとしていることを考えると、ウクライナ軍が後退し、それに伴って潤沢な物資提供が行われる状況というのは、ロシア軍とはあまりにも対照的な兵隊の強固さです。これによってウクライナ軍の装備がどんどんと充実していけば、それに伴ってロシア軍が少しでも進撃しようとするならば、対戦車ミサイルなどがどんどんと飛んできて、とてもじゃないが進軍できないようになってくるわけです。この困難さが上昇するのに合わせて、双方の補給線が破綻する側とより強固になっていく側と分かれていくわけですから、いよいよその時がロシア軍の攻勢限界点へと達するわけです。ちなみに季節要因について言っても、これからはウクライナ軍には味方します。なぜならば、冬将軍が引き上げるのは今年は早そうだという話になっているからです。
冬将軍というのは基本的にはロシアの非常に厳しい寒波のことを言います。ものすごく寒くなることによって、ウクライナの国土は凍結し、それに伴ってロシア軍の戦車はどこでも走れるような状態になっていたわけですが、冬将軍が引き上げて温度が上がってくると、雪が溶けて土はどんどんとぬからんだ状態になります。ウクライナの国土は基本的には耕作に向いた非常に肥沃な大地であり、しかしそのことが重量の重い装甲車や戦車などにとってははまり込んでしまう要因となるのです。ではそのようなぬかるみにはまらないようにするためにはどうしたらいいかといえば、当然のように整備された道を通るしかなくなります。しかしそのような道路を使って進軍するということは当然のように守る側にしてみれば圧倒的に待ち構えやすい場所になるわけです。このような様々な条件が揃うことによってロシア軍は攻勢の限界点に達し、いよいよこれ以上は先に進めないという状況に陥るわけです。いよいよ戦局の転換点が現れようとしているわけです。ただし、この攻勢の限界点に迎えるかもしれないというこの状況下において、おそらくはロシア軍としては最後の攻勢に出るのではないかと考えられています。それは戦局がこのままだとまずい状況に陥るのであれば、そうなる前に最重要地域を抑えてしまうことによって守りに徹する、そのような戦術転換というものが考えられるわけです。そのため現在考えられている最も激しい戦闘が行われるであろうというのが南部戦線です。すでに北部戦線においては首都キエフに対する砲撃などが繰り返されてはいますが、大々的な進軍などは見られません。これは明らかに力を温存している状態だと言えるでしょう。しかし力を温存しているというのは、進軍すればとてつもない被害が被ることが分かっているからこそ、迂闊に手が出せない状況でもあるのです。一方において南部においては、オデッサをいかにして抑えるかといった命題がまだ残っていますから、そのための攻防戦といったものに最後の視力を尽くして進軍してくる可能性があります。逆に言えばウクライナにとっては、そこがまさに勝負の分かれ目となります。ウクライナ軍がこの攻防戦に打ち勝つことができれば、戦局は転換し、そして反撃の芽は生まれてきます。南部戦線においてある程度撃退し、これに対して反攻作戦を行うようなことができるようになれば、ロシア軍を支えている本国に対する経済制裁の効果というものが現れ始めることとなります。経済制裁というのは基本的には足の遅いもので、その効果といったものが出るにはまだまだ時間がかかると考えられていますが、すでにその効果は徐々に現れ始めています。ですから戦局の転換に時間がかかってくるのと同様に、それに追いつく形でロシア本国に経済制裁のダメージが出始めれば、それに伴って戦線を支える兵站が完全に崩壊することによって、ウクライナ軍はこれまでの窮地から脱することができるというのが私の見方です。というわけで今回はロシア軍が攻勢限界点に達し、戦局が一変しようとしているその兆しが見え始めていることを皆さんに解説してきました。この背景としてそもそも論として、ロシアに対しては経済制裁が行われている一方、ウクライナに対しては軍事面、人道面の物資提供、情報提供などがこれからも継続的に行われるということを前提にしたお話だと思ってください。ここから先は今回の話の落とし穴についての解説も行っておきましょう。今後の予想といったものを含んだ話をしていますから、じゃあそれ以外のシナリオとしてどんなことが考えられるかについても見落としてはいけません。そこで見落としてはいけないキーワードとしては2つあります。まず第1は、このままでは勝てないと考えたロシア軍が、じゃあこのままではない作戦を取るということです。まず第一に考えられることが化学兵器の対応です。これまでロシア軍は基本的には通常兵器を使って戦闘を行っていますが、このままでは勝てないと思った時に毒ガスに代表されるような通常兵器ではないものを使うことによって、ウクライナ軍の防御側を一気に無効化する可能性というものが考えられるわけです。そのようなことをする前振りというものはすでにプーチン大統領は行っています。ウクライナにおいては様々な生物化学兵器を研究する機関がアメリカの支援によって行われており、これらを大量に保有している可能性があるということをプーチン大統領は述べています。これは一体何を意味しているかといえば、ウクライナにはそのような兵器というものが存在しているんだから、ウクライナが自作自演でそのような兵器を使う可能性があるよみたいなことを匂わすことによって、自分たちが使ったとしてもウクライナ軍が使ったんだということを嘘を言うための前振りを行っているわけです。このポイントは押さえておく必要があるでしょう。
また低出力の戦術核についても使用する可能性はあるということを念頭に置く必要があります。順番としては基本的には生物化学兵器のいずれかを使う可能性があるわけですが、それでもなおロシア軍が圧倒的な劣勢になり、挽回するためにそのような戦術核を用いて一気に挽回を図ろうとする可能性というのも決してないとは言えないのです。非合理的な判断だろうということはわかるわけですが、そもそも論としてロシアによるウクライナ侵略というものはそのような合理的には圧倒的に説明ができないような状況を引き起こしており、理屈では説明できないような理屈を持ってきてそのような行動に出る可能性もあるのです。ちなみにこれについてもプーチン大統領は前振りを行っています。ウクライナは核兵器の開発についても手を染めているとプーチン大統領は述べているからです。これも先ほどと全く同じで、実際にウクライナにおいて核兵器が開発されているのだという話は IAEA によってすでに否定されています。しかしそのような客観的な話は全く別にして、プーチン大統領としてはウクライナにおいては核兵器を開発している、だから核兵器がそこで使われたとしてもウクライナが自分たちで勝手に使ったんだということを後で言うための口実作りは今からしているわけです。どちらにしても生物化学兵器、そして小型核の使用について言っても、実際にそれが発生してしまえば現在よりもさらに混沌とした状況になることにより、それらへと発展しないことを祈るばかりです。これらについては基本的にはプーチン大統領のその腹積もり一つにかかっていると言えるでしょう。そしてもう一つ大きな落とし穴というのは、中国による大々的な支援が行われてしまうと、ロシア軍は攻勢限界点に達することなく、さらなる進撃が可能になってしまうということです。私の考えは基本的には、習近平国家主席はおそらくは中国にとって一番利益の出るであろうロシアの経済植民地化を考えているんではないかと考えていますから、ロシア軍に大々的な支援はしないだろうと考えています。しかし私の予想が外れる可能性も当然あるわけです。例えば朝鮮戦争においては中国は人民解放軍ではなくて、中国から義勇兵が大量に入り込んで北朝鮮側で戦ったんだよということを一応は取り繕って戦いました。これと全く同じようにして中国としては全く関与していないんだけど、なぜか中国から何十万人もの人民解放軍の兵士が義勇兵となって行ってしまったんだよなどということを言い出すかもしれません。かなり荒唐無稽な話に感じるでしょうし、私もそうだとは思うのですが、一応その可能性というものもあることは述べておきましょう。私はそのようなシナリオについては想定はしていませんが、物資面についても大々的に支援するようなことがあれば、当然のように中国に対しては凄まじい経済制裁がかかるわけですから、習近平国家主席としてはそろばんを弾いてこんなの無駄だなというふうにすぐにその考えを捨てるんではないかなと思っています。ただし落とし穴として存在するシナリオだとは述べておかなければならない話でもあります。さて今回の動画はこのようにしてロシア軍が様々な要因によって攻勢限界点に達しようとしていることを皆さんに解説し、それに伴って考えられる落とし穴についても同じく説明を行いました。じゃあ今後どのような展開が考えられるかについてなのですが、これを決める要因というものはさらに2つあります。まず第一に反撃する余力がウクライナ軍に残っているのかどうかです。これは当然のことですが、ロシア軍がたとえ攻勢限界点に達したとしても、ウクライナ軍が反撃する余力がなければ、そこから戦線が動くことなく固定化していくようなこととなります。どんなに世界各国から軍事援助が行われたとしても、どちらかというと防御しやすいだけの装備に過ぎないということも言えるからです。そしてもう一つの要素というのが、ロシア軍の側が自分たちが攻勢限界点に達したということを意識した上で守りに入った場合です。例えばロシア軍としては今回首都キエフを落とすことが今のところできていませんし、ゼレンスキー政権についても崩壊はしていません。ですから大きな目標は達していないわけです。しかし占領地域を広げていること、それ自体は事実ですから、自分たちがここはもう占領したままでいようという地域を選定し、そこに戦線を下げることができれば、この先10年20年50年100年だろうと実質支配をしてしまおうという考え方に転換する可能性があるわけです。例えば本格侵攻が始まる前において、ドネツク州とルガンスク州において親ロシア国家というものを樹立し、これを国家承認するという動きを見せました。これらの領土拡大は進んでいるわけですから、そこである程度守りを固めれば、ウクライナにまだまだ
地盤を確保することができます。また南部戦線で言えば、これまで大きな問題となっていたクリミア半島の水源がクリミア半島内にまとまったものがないという問題を南部地域で占領地域を広げることによって確保することができました。さらには原発も抑えていますから、電力や水源問題を解決してこれらについてがっちりと支配を固める可能性もあるわけです。さらには現在攻防戦が行われているメリトポリを抑えた場合においては、クリミア半島から先ほど述べたようなルガンスクやドネツクへと陸続きになることによって輸送路が確立されることとなります。このような重要ポイントについて自分たちが実質支配を強化することによってある程度満足すれば、もうこれ以上攻める必要はないとして戦線を縮小、そして守りをがっちり固めることでウクライナ軍の反転攻勢を未然に防止するということも考えられるわけです。この場合だと日本における北方領土と同じく、基本的にはロシア軍は自分たちの支配地域は自分たちのものだと言い続けることによって、もはや奪った領地を返すことはないでしょう。ロシアによるウクライナ侵略、今後の展開がどのような結末を迎えるかについてはまだまだ未確定のものです。しかし、その過程においてゼレンスキー政権とプーチン政権、この話し合いがどの段階でどのように行われるかというのが今後の注目点だと言えるでしょう。軍事的な話としては先ほど述べたように、反転攻勢に移るチャンスはやってくるとは思いますが、しかしそれでもウクライナ軍にはロシア軍を全て打ち払って国外へと追いやるような余力は残っていないはずです。ですからどこかの段階で外交交渉が行われて休戦条約を結ぶようなことになるのではないかなと思います。しかしプーチン大統領としてはウクライナの武装解除であったり、クリミア半島やルガンスク州、ドネツク州の領土割譲などを求めていますから、私はそう簡単にはまとまらないと思います。だからといってプーチン大統領の求める条件に従って降伏すべきだという話には私はならないと思います。なぜならば、一旦プーチン大統領の侵略を認めてしまえば、その後に待っているのは基本的にはスターリン時代に行われたような内政によるジェノサイドか、もしくは現在進行形で行われている中国共産党によるチベットやウイグルで見られるような内政としてのジェノサイドの進行です。どちらにしてもそうなのですが、基本的に明るい未来が待っているとはとても思えません。ですからウクライナの人たちがロシア軍に対して抵抗の意思を示し続ける限りにおいては、世界各国は私は支援を続けるべきだと思います。なぜならば侵略しているのはそもそもがロシア側であり、これは正当化できない話だからです。全体状況としてもそうですし、また個別の話としても一般市民に対する無差別攻撃などは戦争犯罪です。日本としてどちらを支援すべきかというのは私は明白だと思います。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。